皆さん、こんにちは。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語で勉強している皆さんのための番組です。簡単で優しい日本語で日本のニュースや社会について話します。今日のテーマは食べ物の消費税が 1% になるというニュースです。今、日本の政府、日本の国のリーダーたちは食べ物の税金を安くしようとしています。来年の4月から2年間、食べ物の消費税を今の 8% から1% に下げるという計画です。買い物が安くなって嬉しいという人もいれば、本当に効果？つまりいい結果があるの？と心配する人もいます。今日はこのニュースの内容と賛成する人、反対する人の意見についてゆっくりお話ししますね。ぜひ最後まで聞いてください。まずニュースに出てくる大切な言葉を5つ説明します。1つ目は消費税です。これはお店で物を買ったり食べたりするときに払う税金、お金ですね。日本の食べ物の消費税は今 8% です。2つ目は減税です。減税、つまり税金を下げる、安くすることですね。3つ目は財源です。財源は国がサービスをするときに使うお金のことです。税金などのお金が財源になります。4つ目は選挙です。選挙は国のリーダーや代表、つまり政治家を選ぶためのシステム、ルールのことです。そして5つ目は公約です。公約、つまり選挙の時に政治家が日本の国民、日本人の皆さんと約束をしたことですね。この5つの言葉を覚えてニュースを聞いてみましょう。それではニュースの内容です。日本の高市総理大臣は食べ物の消費税を 8% から1% に下げると発表しました。期間は来年の4月から2年間だけです。今、日本ではいろいろなもののお金、物価が上がっていて、つまり物価が高くなっていて、みんなの生活が大変になっています。そのため政府は食べ物の税金を安くして生活を手伝いたい、助けたいと考えています。また政治家は前の選挙で消費税を安くしますと約束しました。つまりそれが前の選挙の公約だったんです。だから約束を守らなければいけないという考えもあります。しかし、この2年が終わったら税金はまた 8% に戻ります。
これについて政治家や専門家の間で大きな議論、つまり話し合いが起きています。ではまず、この減税に賛成する人たちの意見を見てみましょう。賛成する人たちはこう言います。今毎日食べる食べ物がとても高くなっています。税金が 8% から 1% になれば、スーパーで買うときに安くなります。困っている人たちの生活が助かります。選挙の公約ですから、しっかりやるべきです。約束を守る政治が大切です。また、国のお金、つまり財源についても、税金の収入が増えているから、そのお金をみんなに返せば問題ないという意見もあります。このように生活が大変な今だからこそ、すぐに税金を下げるべき、安くするべきだと考えているんですね。確かにスーパーで払うお金が安くなるのは嬉しいことですね。しかし、この減税は良くないと反対する人たちもたくさんいます。ここにもいろいろな考えがあります。まず、あまり意味がないという意見です。税金が下がっても、お店が物の値段を上げたら結局安くなりません。それよりもお金持ちほどたくさん買い物をするので、お金持ちが得をしてしまいます。また、レジのシステムを変えるのがとっても大変で、お金や時間がかかるという問題もあります。そして一番心配されているのは2年後のことです。2年後に税金が 1% から 8% に戻るとき、一気に 7% も上がります。そうなると物価がすごく高くなってみんなの生活がもっと大変になります。国のお金、つまり財源が足りなくなって、お年寄りの年金や病院のサービスに影響が出るかもしれません。このように、後でもっと大変になるから、税金を安くするのではなく、困っている人たちに直接お金を配る、つまりお金をあげるべきだという意見も強いです。いかがでしたか？今回のニュースは単に税金が安くなって嬉しいというだけの問題ではありません。今の生活を助けることと、将来の日本のお金や社会の安心を守ることのどちらが大切かという難しい問題なんです。高市総理は2年後に私が責任を持って税金を戻しますと言っています。これから秋の会議でこの計画が本当に決まるかどうか注目されています。皆さんの国では食べ物の税金、消費税は何%ですか？また、税金が安くなるこのニュースについてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。このポッドキャストはこれからも優しい日本語で
日本のいろいろなニュースをお話しします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。